こんにちは。今日はですね、顔全体のたるみ改善ですよね。顔全体のたるみ改善ということは、言うなれば、老け顔改善ですよね。私のね、昔レッスン受けてくださった方とかは、ブログを見てくださった方はご存知かと思うんですけれども、若見え3点セットを顔に作るっていうのをね、私よくお伝えしてるんですね。若見え3点セットっていうと何かわかりますか？顔にこの3つのポイントがあれば若く見えるっていうものなんですね。一つは目尻が上がっているか。下がってなければいいんですね。もともと生まれつき目ってつり目の人もいますし、ちょっと下がった感じの人もいますので、本来の持っている目の角度がそのまま維持されてるかということですよね。もともと垂れ目の人の目を上げるっていう意味ではないんですよ。こう下がってこないっていうことですよね。それともう一つ、口角が上がってるか。ちょっと皆さんね、鏡ありますか？お口元の普通のお口していただいて、この口角端っこちょっと見てもらっていいですか？口を閉じた時に、この口角が2ミリ、口角2ミリが上向きになってるか、もしくはこうなってるか、ちょっと見てください。この口角の角度ってすごく大事なんですよ。ちょっと上がり気味だったら、合格だと思ってください。水平だったらもうギリギリかな。もしも口角が少し下がってる、口を普通に笑顔を作らずにナチュラルにした時に、ちょっとこの端っこが下に向いてるなと思っている方は少したるみが出てる可能性がありますね。で、それを放置してると、口角がどんどん下がってお肉がこの口角の上にかぶさってくるようなイメージですよね。ほっぺたがこう下がってね。そしてもう一つは、ほっぺの一番高い位置を確認してみてください。ご自身の一番。ちょっと軽く笑った時の、ぷくっと膨れますよね。その高い位置の位置をちょっと見てください。理想はこの小鼻、鼻の穴のあるところ、ここに指を置いて、その上側に高い位置があるかどうか。こうね。で、これがですね、加齢とともにですね、やっぱりこの高い位置がこの真横が一番高くなったりとか、もっと年齢いくと、この辺が一番高くなっていくんですよね。これから一緒にこう上げていきましょうね。で、若見え3点セット一緒に作りましょう。で、その顔にその3つのポイントがあれば、パッと見若く見えるんですよ。不思議なぐらい。で、皆さんは、いやいや、顔の例えばシミがたくさんあるとか、そばかすがあるとかね、そういう肌の質とかキメとか、そっちの方が大事なんかじゃないかと思う方結構多いんですよ。お肌のお手入れをすごく一生懸命頑張って、表情筋トレーニングあんまりしない方っていうのは、もうこのキメにこだわっていらっしゃるんですよね。でも私が思うにですね、顔が下がって、目尻が下がって、頬が下がって、口角が下がってる顔で、いくらピカピカツルツルのお肌でも、そんなに若く見えないと思うんですよ。お肌のキメとかいうよりも、そっちよりもまず、目尻、頬が上がってるか、口角が上がってるか、これが絶対大事だと思います。正直、こういう言い方したらおかしいけど、例えば、シミとかあったとしても、そこはコンシーラーでいくらでも上からカバーできますよね。でも、下がった目尻とか、下がった口角とか、ほっぺがぐっと下がってるのを、メイクでどうにかできないんですよ。ある程度は、例えばこの辺にこう、なんかシャドウを入れて、ちょっと細く見せたりとか、目尻もちょっとこう、ぐっとね、こう、ハイライトを乗せてきて、そういうことはできるんですけども、やっぱりこう、顔の凹凸とか、そのボリュームがとかっていうのは、やっぱりメイクだけでは難しいんですよね。なので、やっぱりこれは筋肉で作っていきましょう。もう顔ってね、デザインできるんです。じゃあですね、目尻を上げるのはもうこのウインクなんですよね。ちょっとこめかみに指を置いてみてください。はい、そしてウインクしてみましょう。ウインク、ウインク、ウインク、ウインク。はい、どうですか？指を置いてるとこの皮膚がありますね。皮膚が当たってますよね。その下がなんかムニムニ動いてますよね。これが筋肉。これが眼輪筋ですよ。皆さん今眼輪筋に触ってるんですよね。グッとすると、グッと引き締まるのわかります？これをすることで眼輪筋が下がりかけてるのをぐーっと引き締めていくことができるんですね。眼輪筋自体は丸いんですけど、これがこうやっぱり加齢とともに緩んでくるんですよ。緩んできた通りに目がこう下がるんですよね。だからギュッギュッギュッと鍛えてウインクウインクしてここに負荷を与えることで目尻が上がってくると。こうやった時にわかります？これも何度もお伝えしてますけど、ウインクした時にここ上がりますよね。ウインクした時に上がりますよね。この刺激がいいんです。ウインクウインク。で、この時に下まぶたで上げなくていいですよ。普通のウインクでいいですよ。ウインク、ウインク。さあ一緒に行きましょう。3、はい。ウインク、ウインク。グッ、グッ、グッ。はい。私はですね、目尻が下がりやすいので、もうこれをやってます。100回やってますよ。100回というのは、1、右左で1と数えます。1、2、3、4、5。で、軽く下を噛んだ方が、面にね、しっかりと意識が集中できますからね。あと、曲と一緒に、目尻を上げますよ。今からね。若見え3点セットのうちの1つ。目尻上げますよ。一緒にね。はい、この曲で行きましょう。普通にウインクしてください。ウインク、ウインク、ウインク、ウインク。ちょっと早いですよ。ウインク、ウインク。ウインク、ウインク、ウインク。で、閉じれない方があった場合は、両方ウインクでいいです。こっちが閉じれなかったら、ウインク、ウインク、ウインク。こんな感じでもいいですよ。やらないよりも。
理想は右左パチパチやった方がいいですけどね。はい。朝100回、夜100回やってます。お、素晴らしい。200回ですか。だいぶ違いますよね、やるとね、根元がね。はい。ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンク。ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンク。ウィンク。頑張って。結構長いよ。3分あるから、あと2分ぐらい。1、1、1、1、1、1、1、1、1、レジンのシワが気になる方はここに指を置きましょうか。別にね、定着はしないんですけど、気になる場合はこうすると皮膚が重ならないですからね。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、ちょっと休憩しましょう。目がクラクラしますね。はい、ちょっとエゴを作って。休憩。はい、もう一回行きましょう。ウィンクですよ。はい。ウィン、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 
ウィン、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 ウィン。ウィン、ウィン。下まぶたにシワが出ても大丈夫ですよ。気になる方はじゃあシワに指を置きましょうか。ウィン、ウィン。定着はしないので大丈夫です。はい、もうちょっと頑張って。ウィン、ウィン。ちょっとめまいがした方はちょっとやめてくださいね。ちょっとね、やっぱり目を使ってるんでね。かなり今やって、だいぶやってるから。はい。笑顔。はい。今コメントで何件かいただいてましたので、ちょっとお伝えしますね。おでこにシワができる場合は、このウインクでシワができる場合は多分眉毛を上げながらやってらっしゃるんだと思うので、眉毛は上げないようにしてくださいね。どうしても出る場合はちょっと抑えましょうか。抑えるとこいっぱいですけど。目の下にシワができるね。特にね、よく聞かれるのが、この内側にこう細かいシワがキュッキュッキュッと入るってね。眼輪切って丸いので、こうすることによってキュッキュッてちょっと絞れる感じになるので、ここがシワが出るのはそこはもう普通の状態です。特にそれで問題があるということはないですからね。目尻が上がりました。すごいですね。皆さんチェックしてみて鏡見てください。上がりました？私もちょっと上がったような気がする。どうですか？結構ね、顔動かすと筋肉ってすぐに張りが出てくるので、すぐなんかこう反応して、割と早い方はすぐその場でね、実感いただけるんですよ。それとか、あと、このね、眉毛のこの上げ下げね、おでこのトレーニングすると、目が開きが良くなるとかね、ありますよね。これを続けると、その状態が維持されるという感じです。はい、では皆さん目尻上がったところで、次はほっぺた上げましょう。ほっぺたを上げて、口角上げましょう。ほっぺた上げと口角上げ。いっぺんにやる方法を皆さんご存知ですよね。よくやってます。なの、いうえを笑顔。思いっきりの笑顔で、なの、いうえを笑顔。これをすると、頬も上がって、口角も上がる。で、口角を上げるトレーニングとか、いろいろあるにはあるんですよ。あるんですけども、いっぺんにやっちゃいたいですから、これでいきましょう、今日はね。なの、いうえを笑顔。必ず、ほっぺたを上げるために思いっきりの笑顔を作ります。わはははは。笑って。ちょっと横を向いて天井を見るとね、意外と大爆笑できるんですよ、意外と。わはははは。で、口角を上げた状態。はい。そしたら、目がちょっと潰れる感じになりません？ほっぺたで、こう上がったことによって、この感じがいいんですよ。こういう目になる。はい。ほっぺたで押して目を。こんな感じ。わははは。で、私がちょっとね、方がこう肉が結構ある方なんで、上に。なので笑うと余計にここがグッとなるんですけども、別にこういう目にならなくてもいいですから、ご自身の中で一番笑った状態の顔を維持しながら、なの、いうえを、笑顔。いつもやりますよね。これすべて口角上げますよ。これをやると、ほっぺたが上がった状態と、口角が上がった状態をしっかり顔に作ることができます。若見え3点セットの2つをこれで達成できるんですね。じゃあ、行きましょう。これまず同じ曲になりますよ。はい。わはははは。笑って、笑って、笑って。ほっぺた上に上げて。このままですよ。下ろさない。もう、この
小鼻よりも下に落とさないように笑った状態で口角上げて、なのい上げたまま。ちょっと難しい方はちょっとここで支えにしてください。なのいえを。できる方は指を離して。はい。なのいえを。なのいえを。笑顔。なのいえ笑顔。なのいえを。皆さんやっておいてくださいね。口を閉じたら口角上がらないです。難しいですよね、口を閉じると。歯を出すと。これいいですよ。歯を出すと方が口角上がりやすいですね。1日どれくらいしたらいいですか？はい。これはですね、今日今3分やってます。普段は2分でいいです。はい。なのいえを。なのいほっぺた下げないように。なのいえを。笑顔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 。金太郎さんの顔みたいになってますけど大丈夫？金太郎さんの顔ってどんな顔？あ、金太郎さんじゃ、芸人さんのはい、いいと思います。笑顔。なのいえを。笑顔。口角上げて。はい、口角上げて。そして、多分、歯を出す方が口角上がりやすいですよね。閉じてみて。閉じてしっかり上がれば一番理想。しっかり上げて。どうですか？ほっぺた上がった感じします？はい。これをやってると、おそらくですね、すぐ笑顔が出ると思います。はい、笑う。なかなか笑ってねって言われてもすぐ笑えないじゃないですか。まあ今トレーニングの直後ということもあると思うんですけどもね、すぐ笑えるんですよ。例えばみんなでさ、写真撮りましょう言った時でもすぐに。だから日頃からこれをしてると、話する時も口角をすべての言葉。なのいうえを笑顔、こんにちは。なのいうえはこんにちは。いつもお世話になっております。こんにちは。いつもお世話になっております。お元気ですか？全部口角上がりますよね。これをいつもやってると、どんな言葉でも全部口角上がるんです。すごく人に対しての印象も良くなるんですよね。顔ダンスやりと、1年ちょっと、はい、笑顔の時に下がってきた口角が上がるようになってきて、笑顔の時に歯茎が出ないようになり、理想の笑顔が映るようになります。お、素晴らしいですね。1年やってらっしゃいますよね。これね、1年、2年、3年、4年と進化しますから。やっぱりね、ずっと続けてる方はね、わかるんですよ。もしも、私も何年もやってるのに改善もないような気がして、全然進展がないなっていう、ちょっと不安になってモチベーションが落ちてらっしゃる方は、ぜひですね、ちょっと勇気いります。1週間やらないでください。顔ダンスを一切しないでください。どんな感じに顔が乗るか、ちょっとやってみてください。もしかして効果が出てるのにもうそれに慣れてしまって気づいてない可能性があります。私はですね、これだけ毎日やってるけど、やらないと顔の印象が変わるんです、私。本当に。例えば、体調を崩して寝込んでしまって、例えば3日できなかった。それでも、やっぱりすぐその次の日回復してから、例えば半日ぐらいやり込むと元に戻るんですよ。なので、体のトレーニングされてる方ってご存知ですよね。わかると思うんですよ。常に運動されてる方ってね。すぐにちょっと筋肉は多少はちょっと弱るかもしれない。休むとね。だけど、復活しますよね、すぐに。筋肉のベースがあるからなんです。でも、これが全く今までトレーニングしてない人がいきなり半日ぐらいやってパッと上がるかっていうことはそんなことないんですよね。やっぱりいかにきっちりとしっかりとやり続けるか。効果が出ないと思う方は、1週間全くやりたい気持ちをしっかり抑えてやらないでください。まあ、できたら写真を撮る方がいいかもしれない。顔ダンスをやめる前に1回写真撮る。そして1週間後の写真を1回撮る。で、比較してください。明らかに変わると思います。顔ダンスに出会い、動かせなくなるボトックスを打つのやめました。ボトックスやめた方がいいですね。やめてよかったです。ボトックスはですね、例えばおでこのシワとか、あと目尻のシワとかにいいんですけど、私、打ってらっしゃる方何人か見たことありますけども、ここがですね、固まってるんですよね。なんていうかな、笑ってもここだけ笑えないっていう、わかります？笑うと普通はこうやって、わははってちょっと目尻がこう下がって、ちょっとこうキクッとなりますね。これがいいんですよ。だからこの時のシワを気にしないでください。もう笑った時にできるってある程度のね、皆さん普通だと思うので、笑いじまっていいシワなんですよ。服のシワ、服装のシワ、例えば、こ
こういう風にして眉間にこうできるのは陰間じわで良くないけど、笑って、わーって笑ってこうできるシワとかはね、そんな私気にならないと思うんですよ。ボトックスはね、その時はいいんですけど、効果がやっぱり切れてくると逆にたるみの原因になります。なぜかというと筋肉がもう動かなくなるから、筋肉がもうなまった状態なんですよね。動かすことができないということはね。なので、打ち続けないといけないということなんですね、ボトックスをね。で、やっぱり、そうそう打てるもんではないしね、お金もかかるので、最終的には結局ちょっと若干たるんだなとかいうことになるので、もうぜひぜひやめて、この方は正解ですね。よかったです。頬のたるみだと思うんですが、口横の横に線が出てきました。何かいい方あります。口の横の線、口横にこういう線かないろいろありますね、線がね。口輪筋をしっかり鍛えてください。しっかり押さえる。上唇と下唇をぐっと押さえる。で、押さえた時にちょっと触ってみてください。硬いですよね。で、この硬さをですね、唇に力を入れない状態でもこの硬い状態が理想なんです。筋肉をカチカチにしとくと少々のことでシワがもう入りにくくなります。一番怖いのがここのおばあさんじわっていうね、食事するときにこう縦にできるシワってだんだんとね、50代後半、60代ぐらいになる方には本当に急にできるんですよ。そのシワもしっかりとグッと押さえていくこと。で、前に出す。引っ込める。で、口輪筋を常に鍛えて、張りを持たせておくと、細かいシワができにくいです。でも、最初のうちは、皆さんね、あちこちに顔にシワができると思うんです。ダンスを始めた頃は。でも、だんだんと筋肉が皮膚をしっかりと押し上げてくれる。そして、気になってたシワができなくなるって方も多いです。私もですね、表情筋のトレーニングというものをね、自分の中でいろいろ試行錯誤してた当初というのは、この動きをした時にここにやっぱりシワができてたんですよ。こう、ドレープのような。でも今は全くこうなくなった。筋肉でも皮膚を多分こう、張りを出してると思うんですね。多分その影響もあると思うんですけども、今は本当になくなりました。頬こけは太った方がいいのでしょうか？いや、ここはね、もともとここが痩せやすいんだと思うんですよ、お顔。ここが細い方っていうのは、たるみにくいはたるみにくいですけど、ふっくらさせたいって思いますよね。で、その方法じゃあ、頬こけの方にいい方法を今からしますね。もうここに物理的にここだけにお肉をつけるって難しいんですよ。上唇と下唇をグッと押し合った状態で空気を入れる。口輪筋を引き締めた状態で、そして空気を入れる。内腔を広げる。はい、そんな感じでもう内腔を広げるようなイメージ。そうするとね、だいぶ違いますよ。ちょっとここのふっくら感が出てきます。今日はブルーがお似合いです。ありがとうございます。はい。おきゃんママさんと出会えてよかった。私も出会えてよかったです。ありがとうございます。口横の吸い込み手順が難しいです。解説動画。はい、またやりましょう。じゃあ、ここね、行きましょう。これは頬下絞りですね。だから頬がこけてる方はこれしないでくださいね。かなり強力なんですよ。よく聞きますから。ここのね、お肉を口の中で握りつぶすようなイメージ。歯の奥歯の内側に無駄なお肉が全部入った状態。そして巻き込みと同時に、口を横に引きながら、奥歯の間を肉が通るイメージ。で、この時にズリって言います。お肉がこう砕けるような音がします。でもこれはちょっときつく噛むと口の中痛めますので、そこは手加減してください。はい。ひとみ先生の大ファンです。ありがとうございます。目の下のたるみ、なかなか手強いです。そうですよね。目の下ちょっと時間かかりますよ。目の下のたるみはね、一番時間かかります。顔の中のお悩みの中で一番時間かかる。顔の輪郭側から改善していきます。顔ダンスを始めると。このフェイスラインから内側に向かってっていう感じになるので、ここはもう最後ですよね。でもやらないより絶対いいです。まず悪化を防ぎますからね。目の下のたるみの悪化を始めた時から防ぐことができる。何もしないとどんどん膨らみが膨らんで大きくなってそれが下がってきます。ボヨヨンって。ボヨヨンっていう感じになるので、まずはそこを悪化を止めることができる。この軽く下を噛んで、これでまず悪化を止める。眉上げしても眉は盛り上がりませんか？よく聞かれますけど、それはないです。前頭筋を鍛えてるので、ここにある。ここを盛り上げるというのは、どっちかというと、この周尾筋。ここにある、眉間に使用する筋肉があるんですよ。ここに力を入れると、ここが眉毛が盛り上がりますけど、それはないので、逆に周尾筋をこれリラックスさせるので、ストレッチしますので、眉上げ大丈夫ですよ。問題ありませんよ。まぶたのくぼみは直せますか？上ですよね。これは下まぶたのこの引き上げをしてるとふっくら感が出てきますよ。1日最低何分やればいいですか？子育て中でもトレーニングの時間うっかりはそうですよね。お忙しいですもんね。わかります。例えば顔のたるみ全体を若々しくさせたいっていう今のトレーニングはウインクを100回にしてください。ウインク運動。1、2、3。こ
れね、気をつけないといけない。運転中とかしないでくださいね。大事な作業してる時とかすると危ないですからね。歩きながらも危ないので、ちょっとそこはね、ちょっとこうリラックスしてお風呂の中でもウインクするといいかもしれないですね。あと、何のいい笑顔は2分間。私はね、お風呂やってます。お風呂で毎日全部のトレーニングをもう決めてるね。半身浴しながら全部やるんですよ。唇上の縦じわ。これね、この縦じわが先ほどの口輪筋の鍛える動き。そして、ちょっとね、こうやって、この動き、ここのシワが気になる方は、この上の歯を唇に沿うようにして、こう、ちょっと伸ばす感じ。こうやって伸ばすとここが伸びたらいけないんで、軽く。一番気になるところを、ストレッチ、こんな感じで。変な声だね。こんな感じ、こういう感じで。はい。こんな感じでやるといいですね。お風呂中だけでも良いのですね。そうですね。お風呂結構私浸かるので10分ぐらい浸かりますよね。その間ちょっとやるだけなんで10分15分やったらもう十分なので、そんな感じです。頬と一体が理想ですね。なりたい。そうそう。私の場合は目の下のたるみの改善は頬が上がったことによって筋肉を鍛えたことによって出てきた眼下脂肪を眼輪筋の下部分の張りと頬の厚みで押し戻しつつ頬も上げたっていうイメージ。わかります？だから、もともとたるみがあったのを頬が上がってごまかしてるわけではなくて、眼下脂肪自体も中に引っ込みました。その証拠に上まぶたが少しふっくらしました。なぜかというと、こう出てきた時はちょっとここくぼんでたんですね。でも、ちょっと押してみてください。こうやって。この間もやりましたよね。ちょっと押すと上まぶたが膨らむでしょ？ちょっと鏡でこう見てください。膨らむんですよ。上まぶたがぷくって。ほら。この出てるものを引っ込めると上まぶたがふっくらするんです。目の下のたるみができると同時に上まぶたがくぼむっていう方すごく多いんですよ。だから、ここを改善するとこっちも改善するといういい方法になりますね。よく私言うんですけど、目の下のたるみ改善のために、ここの脂肪を絶対取らないでくださいね。なぜか理由を言いますね。それをすると、結局、この眼球を守っている中にある眼下脂肪っていう絶対量、全体量が減るからです。そうすると、ここの膨らみはなくなったけども、ここのくぼみがもっとひどくなるっていうことになるんですね。奥目っぽくなるんですよ。顔の脂肪ってね、やっぱりね、どんな脂肪でも絶対無駄なものはなくて、ギスギスに痩せた顔よりもある程度ふっくらした方がいいんですよね。それと、目の周りの脂肪もある程度ある方がいいです。なので、ここに出てきた脂肪は取るんじゃなくて、こうやって引っ込める。中に入れ込む。もう入れ込むようなイメージ。こう。その入れ込むのをいつもこうやって手で押さえてるわけにはいかないですからね、私たち。あの人何してんのってことになりますから、それを眼輪筋のこのパワーと、ね、ダムのように押し返して、そして頬上げの時のこの圧力ですよね、頬の。で、これで入れたという、そういう感じですよね。眼輪筋が衰えてぽよっと緩んだのが引き締まって脂肪が引っ込むというのは、医者は教えてくれないですよね。そうですよね。その表情筋トレーニングのことをしっかりお伝えしてたら商売にならないんじゃない？ごめんなさい。こんなこと言っちゃったらいけないですけど、すいませんでした。はい。日に日に顔が大きくなります。体重は変わらないのに、多分ね、ここのボリュームが増えただけだと思いますので、ここは引き締めればいいですね。そうすると顔が小顔になりますから。首とくっついたらダメなんです。首との不明瞭になると、どうしてもこの顔が大きく見えますからね。ここの特にこの裏側の肉をしっかり引き締めるのがいいですね。キャンママさんは唇の押し合いの時全くシワが出ないんですが、頑張ればそうですね。きっとカチカチですからね、私この口の周り。YouTube 見ていただきたいんです。若見え思考って言って、シリーズでやってるんです。メンタル面。メンタルです。やっぱりね、こう顔を若くするテクニックのことをいろいろ今お伝えしてますけども、それだけじゃダメなんですよね。気持ち的に落ち込んだりすると目に出ますよね。疲れた感じというか、こう落ち込みというか、精神的に私は老けたって思うとね、その時にどういうふうな心でいたらいいかとかいうのをね、ちょっとお伝えしてるんですね。短いですよ。5分とかそんな5、6分の短い動画ですけども、ちょっと参考にしていただけると嬉しいなと思っております。皆さんね、ぜひパッと見若い子を目指してほしいんです。例えば、パッと見若いけど、じっと見たら老けてるっていうのと、パッと見たら老けてるけど、じっと見たら若かったってどっちがいいですか？私としてはパッと見にこだわりますね。じっと見たら老けてたって思われても、それはいいけど別に。人の顔ってパッと見て、そんなじっと見るってことないですよね。じっと見てたら老けてたって見ないですよね。パッと見て、あの人なんか若いわねっていう感じがやっぱりいいと思いますね。パッと見若い顔にこだわりましょう。はい、お疲れ様でした。はい。